チャンネルでは日本語を学んでいる皆さんに日本の文化やトレンド、そして私が日々感じたことを分かりやすい日本語でお届けしています。さて皆さん最近はいかがお過ごしですか？早速ですが、今回のテーマはすみませんの使い方についてです。皆さんはすみませんという言葉を聞いたことはありますか？この言葉、とても便利で使いやすいんです。日本人は日常会話でいろんな場面ですみませんを使います。本当にいろんな場面で使えるので、日本語を勉強する皆さんにはぜひ覚えてほしいなと思います。でも、この言葉には一つの意味だけではなくて、いくつかの違う意味もあるので、慣れていないと使うのがちょっと難しいかもしれません。なので、今回のエピソードでは、すみませんの使い方を正しく理解して、皆さんにも日常会話の中で自然に使えるようになってほしいなと思っています。それでは、すみませんの使い方についてお話ししていきますね。ぜひ最後まで楽しんでいってください。まずは、すみませんの基本的な使い方を3つ説明しますね。1つ目は、謝るときのすみませんです。すみませんは、ごめんなさいと似た意味で謝るときに使います。でも少しニュアンスが違います。ごめんなさいは友達や家族など主に親しい関係の相手に謝るときやカジュアルな場面で使うことが多いけれど、すみませんはあまり親しい関係じゃない人に対して使ったり、フォーマルな場面や丁寧な謝り方をしたいときに使います。例えば、道を歩いていて誰かにぶつかってしまったら、すみませんと言います。これはごめんなさいと同じ意味ですね。でも、知らない人に対して使う場合は、すみませんの方が丁寧です。他には、会社や学校で遅刻してしまったとき、上司や先生に対しては、ごめんなさいよりも、すみませんの方が適しています。なので、遅れてすみませんと言うと、もっと礼儀正しい印象になります。2つ目は、感謝するときのすみませんです。すみませんは、感謝を伝えるときにも使います。これは少し特別な使い方です。誰かが自分を助けてくれたときに、ありがとうという代わりに、すみませんということがあります。この場合、助けてもらって申し訳ないけれどありがとうという気持ちを含んでいます。例えば、電車で重い荷物を持っているとき、隣の人が運ぶのを手伝ってくれました。この時、すみませんと言うと、感謝と申し訳ない気持ちを同時に伝えられます。他には、お店で店員さんがとても丁寧に対応してくれた時に使います。すみませんと言いながら、軽くお辞儀をするのが自然な反応です。このすみませんは、ありがとうと同じ意味ですが、少し控えめで日本らしい表現になります。3つ目は呼びかけのすみませんです。すみませんは人の注意を引きたいときにも使います。例えば、レストランやカフェで店員さんを呼ぶときに使います。これはとても便利な使い方ですよね。例えば、レストランでお水が欲しいときに、すみませんと軽く手を挙げて店員さんを呼びます。この時のすみませんは、相手にちょっと迷惑をかけるかもしれないけれど、お願いしたいという控えめな気持ちを表しています。他には、街で道に迷ってしまった時に、近くにいる人にすみません、ちょっとお聞きしたいんですが、と言って道を尋ねます。このすみませんは、ちょっといいですかという意味も含んでいます。このように、すみませんという言葉は、謝るとき、感謝するとき、呼びかけるときといろいろな場面で使える便利な言葉です。それぞれの使い方を知っておくと、日本語での会話がもっとスムーズになるかなと思います。次は、すみませんのニュアンスについてもう少し詳しく紹介しますね。この言葉は、日本人の性格や日本の文化とも深いつながりがあります。まず、すみませんには、申し訳ない気持ちを表す日本人の文化が関係しています。すみませんは、日本人の心の中にある申し訳ないという気持ちをよく表しています。
日本では相手への配慮や思いやりをとても大切にします。なので、ちょっとしたミスや迷惑をかけた時でも、すみませんと謝るのが普通です。例えば、友達との待ち合わせに少し遅れた時でも、謝るのが当たり前です。すみません、遅れましたと言えば、相手への配慮が感じられます。また、電車やバスの中で他の人に軽く肩が当たった時にも、すぐにすみませんという人が多いです。こうすることで他人とであってもいい関係を保とうとします。このような気持ちは日本人特有の文化とも言えますよね。次に、すみませんには日本の集団主義の影響もあります。日本では個人よりも集団を大切にする集団主義という考え方があります。自分の行動が周りに迷惑をかけるかもしれないとき、日本人はその責任を感じてすみませんと使います。例えば、レストランで他のお客さんの邪魔にならないよう静かにすみませんと言って店員さんを呼びます。この言葉には周りに迷惑をかけたくないという気持ちが含まれています。また、仕事で同僚に頼み事をするときも、すみません、ちょっと手伝ってくれませんかと言います。これには、あなたに負担をかけたくないけどお願いしたいという配慮が含まれています。他には、すみませんには日本人の謙虚な性格が現れています。すみませんは、謝罪や感謝だけでなく、謙虚な気持ちを表すときにも使われます。この使い方は、日本人の控えめさや相手を敬う気持ちをよく表しています。例えば、誰かにお願いをするとき、すみません、これをお願いしてもいいですかと言うと、相手に敬意を払っていることが伝わります。ただ命令するのではなく、お願いする形にすることで、相手との関係がスムーズになります。また、何かを断るときも、すみませんを使います。すみません、今日はちょっと都合が悪いです。と言えば、相手に失礼のない断り方になります。これも相手への配慮を大切にする日本人らしい使い方です。そして、すみませんには曖昧さがあります。これにも日本の文化が現れていると言えます。最初に紹介したように、すみませんは一つの言葉でいくつもの意味を持ちます。この言葉を聞いた相手は、状況や話し方から謝罪なのか感謝なのか、あるいは呼びかけなのか、どれを意味しているのかを自然に理解します。例えば、レストランですみませんと店員さんを呼ぶとき、店員さんは、あ、このお客さんは私を呼んでいるんだなとすぐにわかります。でも、もし道でぶつかってすみませんと言えば、それは謝罪の意味になります。このように、すみませんは使い方によって多くの異なる意味を持ち、謙虚さや配慮を表す万能な言葉です。そしてその背景には、日本人の文化や価値観が深く関係しています。便利な反面、曖昧な言葉でもあるので、少し理解するのが難しいこともあるかもしれません。でも、この言葉を使いこなせるようになると、日本語の会話がもっと自然でスムーズになると思います。ここからは、すみませんと似た日本語の表現についてお話ししますね。日本語には状況によって使い分ける便利な言葉がたくさんあります。こんな場面だったらどっちを使うかなと考えながら聞いてみてください。一つ目は、ごめんなさいとの違いです。すみませんとごめんなさいはどちらも謝るときに使います。でも少しニュアンスが違います。すみませんはフォーマルな場面で使います。例えば職場や学校、知らない人との会話でよく使われます。具体例を挙げると、道で知らない人にぶつかったときに、すみません、大丈夫ですかと言ったり、仕事の会議に遅れたときに、すみません、遅れてしまいましたと言います。ごめんなさいはもう少しカジュアルな場面で友達や家族との会話で使うことが多いです。例えば友達との約束に遅れた時にごめんなさい、待たせちゃったねとか、家族に迷惑をかけた時に
ごめんなさい、次から気をつけますといったように使えます。このようにすみませんは少し丁寧で、ごめんなさいはリラックスした場面に合う言葉です。2つ目はありがとうございますとの違いです。ありがとうございますは純粋に感謝を伝える言葉です。誰かに何かをしてもらった時に感謝の気持ちをしっかり伝えたい場合に使います。例えば職場で同僚が仕事を手伝ってくれた時にありがとうございます、本当に助かりましたと言ったりします。一方ですみませんには感謝だけでなく申し訳ない気持ちも含まれます。例えば自分が助けてもらったと感じるときに使えます。具体的には道に迷って案内してもらったときにすみません、とても助かりましたと言います。つまりすみませんは感謝とともに迷惑をかけてごめんなさいという気持ちがあるときに使います。最後に失礼しましたとの違いです。失礼しましたもすみませんと同じように謝罪に使う表現の一つなんですが、特に失礼な行動やマナー違反をしてしまった時に使います。例えば会議中に電話が鳴ってしまった時や誰かの邪魔をしてしまった時に申し訳ありません、失礼しましたと言います。すみませんはもっと幅広い場面で使える万能な言葉です。一方で失礼しましたは特に失礼な行為に対する謝罪で使うので、使う場面が少し限定されます。日本語には状況に合わせた言葉がたくさんあります。こういった言葉を上手に使い分けられるようになると、日本語の会話がもっと自然になると思います。今回は日本人がよく使う日本語すみませんの使い方についてお話ししてきましたが、いかがでしたか？一つの言葉でいろんな使い方ができるって面白いですよね。今日の動画を見て少しでも参考になったり、すみませんを使ってみようと思ってもらえたらとても嬉しいです。そしてこの言葉には日本人の文化や考え方が現れているとお話ししましたが、そういった言葉の背景も知ることでもっと日本語や日本の文化に興味を持つきっかけになったらいいなと思います。もしこのエピソードを楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。感想やリクエストがあればコメントで教えてくれるととても嬉しいです。これからも日本の文化や楽しい話題をたくさんお届けしていきたいと思っているので、次回のエピソードもどうぞお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。